こんにちは。リーザーズ様に招待されてアーリーアクセスイベントに参加してきました。今回は新しくなったシミックランプを紹介します。これは満足キープですね。お相手山からの爆発域、ミッドレンジでしょうか。こちらは装飾庭園を踏み歩くもので森を増やします。お相手強割の分はビッグレッドなんですかね。こちらは連携探索を構えてターンエンドです。ゴブリントークンのアタックに合わせてまず連携探索を1枚、土地はもらいます。タトヨバも一応もらえますか。そして土地を1枚プレイ。これで3マナ経ったのでさらに連携探索。タトヨバやっぱいらないか。そして土地を1枚プレイします。これで7マナになったので踏み歩くものが動き出しますね。お相手に1枚使わせてトークン使って相打ちならいいでしょう。こちらはすでに8マナまで伸びるので銀の精査 X6 でいきますか。はい、コンボパーツを両方引けました。盤面の対応札もたくさんあるのでかなり勝利に近づきました。お相手マイトストーンとウィークストーンをキャスト。2マナ伸ばして2枚ドロー。熱いランプ合戦。ここ何をキャストしていくか悩みます。森林の目覚め X7 が最強なのですが、お相手兄弟仲が入ってるデッキです。でもキキジキと一緒に流すならそれはそれでいいかと攻めに行きます。ここはお相手も攻めを選択。先手後手の差で逆だったかもしれね。まだ死なないので通します。こちらはもう1枚のコンボパーツ日差をキャストします。日差のマイナス7を起動。これで12トランプルのトークンが7枚です。84点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。盤面に触れるカードもありなんともできるのでキープで。お相手警護される腐敗層をキャスト。2マナ目は構えてエンド。防御スペルを構えてますね。こちらは青田そばで X1 もできますが相手の動きに付き合う必要はないでしょう。お相手腐敗層でアタック。ブロックできないので投資で。さらに鏡割りのグーワをキャスト。ミッドレンジ型の腐敗層デッキですかね。腐敗層を取れる状態でしたが自分の動きを優先。でもさすがに取った方が良かったかな。お相手2体のアタックはまたもやトークしかありません。こちらはまずジャブとしてタトヨガをキャストしてみます。打ち消しも入ってるの？でもよく考えたらタップのモードで自分のクリーチャーをタップして毒2個増やせるんですね。シナジーがあって面白い。まずアタック。何気に次のターンリーサルありますからね。いい感じになってきました。さらに組み歩くものをキャストして森を出しつつクロックを増やします。お相手グーワが裏返り。そのまま構えてターンエンド。こちらは見た目日差で勝っててお相手はキキジキがアクティベートすると一気に勝ちに近づく。ここに来て弱気の動き。まず青の太陽の黄昏 X3 で様子見てみます。残念ながらそこにはトンズラ通りませんでしたがこちらのアタックはマスブロです。トンズラでかわすプランは封じられました。あ、打ち消し警戒してたけど青々でないから構えられてないじゃん。お相手何か持っていたようですが2体チャンプで残り8点です。爆発域は間に合ってませんね。お相手このターンも動かず構えてエンド。こちらは連携探索をキャストします。森林の目覚めはいいですね。キープで。
打ち消しはないことが分かったので、もう日差で攻めていきますか。マイナス7で踏み歩くものに足す6、足す6修正とトランプル。何このまま。考えられる最悪が青行進だけど、青行進あったらさっき使って勝ってない。そして3体クリックする動きが見える。日差さんの無駄死にが確定しました。これで爆発域起動してお互いイーブンに持っていこうということですか。お相手は土地を置いてここも動かずターンエンドです。こちらは死亡確定していますが、まずコンバットへ。お相手爆発域起動。危機時期も巻き込まれるのは不幸中の幸いです。しかしこちらはお相手のライフにぴったり届く二の矢をキャスト。さすがに全除去はないでしょうからこれはきついはず。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはいいハンド。キープで今回は精神絶望気の強いところをお見せできそうです。お相手森を置いてエンド。1ターン目から動かれるとほぼ負けるデッキなので助かります。お相手インポンした剥製師をキャスト。これは遅らそうで助かる。こちらは踏み歩くもので1マナランプ。お相手タイバーをキャスト。マナクリを活用しまくるデッキなのかな。プラスで剥製師アンタップ。1点入って残り19点。こちらはもう日差出して盤面に脅威を出すルートもありますが、せっかく全バウンスがあるのでもう少し悠長にいきますか。ここは精神絶望気を構えてターンエンド。お相手5マナ目から活力を汚すものをキャスト。まだハンドが潤沢なので怖いです。そしてタイバーでマナクリをアンタップ。これで2マナまでキャスト可能です。どうやら後続はなかったようで剥製師でアタックしてきます。こちらはエンドに精神絶望気をキャスト。これに乗る油カウンターの数だけインソーのコスト軽減です。こちらは飲み込む使用を軽減された3マナでキャストします。戦場に残すのは精神絶望気です。そして相手の方がハンドが多いのでこちらが1ドローします。さらに踏み歩くものをキャストして1マナランプ。飲み込む使用は全部バウンスじゃないのが弱点ですが、それを生かしてこういう器用な動きができるのは面白いですね。こちらは完璧な1枚を引きました。こちらは銀の精査 X5 で2マナ軽減されて5マナ5ドローになります。後続も引けたし盤面も抑えられるしかなりいい力です。追加の踏み歩くものをキャストします。そして当然殴らずにターンエンド。お相手5マナで進化する適応体をキャスト。ここから全力展開する構えのようです。さらにタイバーをキャスト。そして浄土語り汚すものとタイバーで実質フリースペルですね。さらにウルベンワルドのキーをキャスト。かなり脅威のある盤面になりましたが、開始でリーサルも見える場面です。お相手そこは理解してか3体立てた状態でアタックしてきます。こちらはこのターン勝てないので飲み込む使用はまずキャストします。残すのは当然精神絶望気。悩みましたが日差が2枚あるので1枚目をおとりに差し出します。除去はなさそうなのでこれで一応生き残るし、お相手が日差をアタックしてきたら返しリーサルが見えます。お相手も5マナが痛くなってきたのでそう大きくは展開できないはず。まずタイバーから進化する適応体。めっちゃライフ使ってきますね。そしてラノワールの浄土語り。タイバーでアンタップしてインポンした剥製師。お相手は餌に食いつきました。ここはスルーです。日差は落ちますが開始リーサルの目が出てきました。トライオウムを置いて森6でパワー14なので一応日差マイナスで見た目リーサルが見えていますが剥製師で1マナ出ます。負け筋としてはタミヨウの股間の2点ゲインがありえるのでここはちゃんと負け筋を潰していきましょうか。精神絶望気がこのターン8マナ踏み倒しています。日差のマイナス7でパワー10補正します。これで勝ち確定ですね。
18点かよってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。ということでシミックランプでした。アーシが酷評していた精神接合機ですが、使ってみると結構可能性感じますね。これをうまく使おうと今回のデッキは X コストを3種9枚採用。特に今回実装された青の太陽の黄昏は青緑カラーで盤面に干渉できる優秀なソーサリーですね。このデッキの動きとしてはまず序盤ランプし、精神接合機なども余裕があればキャストしていきます。中盤は有り余るマナで飲み込む塩等で盤面を流しつつ、銀の精査でコンボパーツを探します。コンボはタトヨバプラス森林の目覚めで飛行速攻クロックを一気に出す従来のコンボと、森林の目覚めで出したトークンに日差マイナス7で大きくプラス補正してかつ新しいコンボがあります。特に日差マイナス7は盤面次第では森林の目覚めと合わせる必要がないのでコンボにこだわらなくても勝てるのが大きいです。長らく不遇なシミックカラーのランプデッキですが、ランプ手段とアンフェアな勝ち手段と結構パーツが揃ってきた感じがします。個人的にはあとはこれが欲しいですね。精神接合機とはアンチシナジーですが、さてこのデッキの強さですが、楽しいです。強さなんてどうでもいいでしょ。楽しければマジレスすると環境次第でギリギリあるかもしれない感じですかね。可能性は感じました。あとはアグロが伸びてくるかどうか。今回の動画も全部先手だったので後手でも勝てるパーツが欲しいところ。以上です。明日も多分投稿予定です。お楽しみに。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。